今日は何の話をしようかなと思ったんだけど、もうじきスペイングランプリ、バルセロナカタルニアサーキットで、いわゆるヨーロッパラウンドね、真の欧州ラウンドの開幕ということかな。今まで5戦いろんなところでやりました。それで今度は6戦目になるんだけどね。だけど5戦でいろいろなことが起こって、今にも問題をみんな引きずってます、どのチームも。ポーポシングというね、ほとんどが基本的にはなんとかコンプロマイズ、なんとか性能を落とさずにポーポシングを止める方向を一生懸命探ってたね。それでフェラーリはスピードは速いんだけど、やっぱりポーポシングでかなり苦労をしている。それはポーポシングそのものは例えば速いレッドブルにしても出ている。ただし、それがどこまで悪影響をするか、悪さの仕方がそれぞれのチームが違うということでね。その、貧乏くじ引いちゃったのがメルセデスがちょっとひどい。なんとかこなしてきたのがレッドブルとフェラーリなんだけどね。面白いことに、レッドブルは前回、前々回と結構車をいじってきた。いろんなアップデートを加えて一生懸命やってきた。かなり過激にアップデートを入れてきて、良くなった。速くなった。もっともレッドブルはリライアビリティね。要するに、信頼性がね、あれもこれもこれ。前回優勝はしたものの途中でね、ペレスが、やっぱりセンサーのトラブルでね、パワーが使えなくなっちゃって、せっかく2等賞まで行けた可能性があったのに、4等賞で終わってしまった。それで胸をなで下ろしたのがフェラーリだったわけ。で、フェラーリは他のチームがいろいろアップデート入れてんのに何も入れてこなかった。っていうか前回入れたんだけど、リアウィングだとかあっちだこっちだ少しずつ入れてるんだけど、大きなモディファイはしてこなかった。だけども結果的にレッドブルがギリギリ追いついてきたけど、第5戦を終わって未だにルクレールがトップ。ところがレッドブルのトップスピードも速くなっちゃったというか、エアロの効率を良くしてきたからね。レッドブルの速さに追いつくために多少ダウンフォースを落としてきて、今度はフェラーリは苦しい思いをした。何に？タイヤに。ね。そういうようなことで、第5戦を終了しました。さて、第6戦、スペイングランプリに、今度フェラーリは新しいアップデート、それも結構大幅なアップデートを入れてくるよと言っております。一見ね、フェラーリが負け始めてるように見えるけど、でも、チャンピオンシップのリーダーは未だにフェラーリなんだから。さて、ここでドカッと、さっき言ったように、プログラムドアップデートをドカンと入れますと。何を入れてくるか。エアロ効率をうんと上げる。それで、ポーポシングを抑えても、ダウンフォースはしっかりなくならない方法を考えるというね。それだけではねえんだよ。それは何かっていうと、トップスピードで、実はレッドブルのトップスピードにかなわない。ちょっとパフォーマンスでまだ完全に抜けてないよと HRC のエンジン。要するに去年までのホンダのエンジンは抜けてないよ。じゃあどうすんべえかって言って、今度はね、これは本当かどうか知らないよ。ウェブかなんかでね、記事を読んだんだけど、新しいフューエルを入れると。そのフューエルで20馬力ぐらいは簡単にアップするよという。そうなんだよ。フューエルってうまくやると20馬力ぐらいのパート出るし。例えば冷却や潤滑にもフューエルは関わってくるからね。フューエルって燃料ね。ガソリンのこと。それでこれはもう登録されて、ちゃんと毎度言うようにマップが登録されて、指紋って言うんだけどね。フィンガープリントって言うんだけど、それが登録されてて、いつでも走った後にチェックして、そのフィンガープリントにチェックした、図があるんだけど、その図がピッとはまんなければ違反なわけ。ちょっとでもずれたらアウト。だからみんな必死になってやる。ただし、変えられないわけじゃない。いろんな、例えば、エコであるだとか、それから、排ガスだとか、あらゆることで、添加するものの範囲内で、レギュレーションの範囲内でその分量やなんかを少しずつ変えることは可能なわけ。で、新しいフィンガープリントをこれからこれにしますっていうその範囲内でいじったものを FIA に登録すれば、そこから FIA が OK 出せば、その通りのフューエルは使えるわけ。それでフェラーリは5戦間何にもずっと同じ状態で走りつつ、
それを研究してきたんだな。それで、その E10 を次のステップの燃料に変えて、新登録をして、今回からそれを使うということ。これは、噂だからね。フューエルって、本当にうまくいくと、10馬力や20馬力の差じゃないから、思いっきり変わるから、それをうまいこと、フェラーリはうまくいったんだろうね。それを使うという、バルセロナからね。例えばよ、20馬力あった。それでエアロ効率を上げてきた。要するにドラッグが少なく、ちゃんとしたダウンフォースを得て、なおかつ、バルセロナってタイヤに君は特にレフトフロントとかレフトリアとかね、右回りのコースでジュワーッと削るからね、そのタイヤのディグラレーションっていうのが今までとは違うから、それに対してきつい。そこでトップスピードをかっちり使えないと追い越しができない。フェラーリはそれに向かって大改良をしてきた。で、バジェットキャップがちゃんと計算されたその第1回目の本格的なステップアップが今回出てくるということなんね。レッドブルも当然新しいの。もう全チーム新しいもんいろんなもん入れてくるけど、その規模としては多分フェラーリは相当大規模、今までやってなかった分を総合してドンと入れてくるはずだから、結構な期待感がある。それに、テストの時もそうだったよね。バルセロナのテストの開幕前テストもフェラーリ早かった。そういう意味で結構フェラーリは今回のステップアップは期待できると鉄人は勝手に思ってるのね。赤いフェラーリが速くないと F1 は面白くねえよっていうことで。